ブチギレデスカット炸裂。カットマンのための粒高ラバー。レジェンドロング。大好評発売中。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーですね。今日は下川さん来てくれました。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。本日はサーブが切れる人と切れない人の決定的な違いについて紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。やはりこの動画を見ている人だったりサーブ系の動画を見ている人でやっぱり回転がどうしてもかけられないっていうふうに悩んでいる方非常に多いかと思います。でそこでですねやっぱり回転がかけられる人とかけられない人の、決定的な違いはやっぱここだなっていうところをちょっと気づく点があったのでそちらを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。チェックポイント1、まずその回転がかかるかからないっていうことで、まずかからない人っていうのはどうしてもこのボールに対してこのちょっと押しを加えてしまうような感じで球がポヨーンと飛び出てしまうと。じゃあ逆に回転がかかる人っていうのはこうすれ違いというかしっかりとこの摩擦が生まれるようにしっかりとこうグリップが生まれるような当たり方をしているというところでどんな感じかっていうと押し出すじゃなくてすれ違う感じで当たってると。これがまずチェックポイント1です。まずこちらのチェックポイント1を分かりやすく実践するためにはその反則サーブになってしまうんですけれども、まずこのちゃんとしたルールの中でやろうとしたらどうしても感覚をつかめない人が多いのでまずはその反則サーブの中でできるっていうことを推奨であったり、こうチャレンジしてもらうっていうことを推奨しています。じゃあ回転がかからない人、はい、ではまず最初に回転がかからない人どういうような感じになっているかっていうと、では次に回転がかかる人どういうような当たり方、実際に球とラケットのこの実際にこう球とラケットがどういうふうな感じで当たっているのかどういうふうにアプローチを加えていっているのか、こちら今からやるのはちょっと反則のサーブになります。なのでこの動きとか当たり方だけ注目して見てもらえるといいかなと思います。OK です。OK です。次に表ソフトでやってみます。応用でこう横回転のアプローチみたいなところもやってみたいと思います。次に2つ目のチェックポイント、1つ目で、かかる人とかからない人、サーブに回転がかかる人とかからない人の違い、決定的な違いっていうのが、見て分かっていただけたかなと思うんですけれども、もちろんこのままでは反則サーブになってしまうんで
この動きだったり球に対してのアプローチをルールの範囲内でやっていこうというような形になるので、そちらを紹介できたらと思います。ルールの範囲内でやろうと思うと、まず、チェックポイント1でやったのはもう球をこうトス上げてないので、上げないでぶつけているので、上げてからその動きができるといいのかなというふうに思いますので、まずトスを上げて、ですれ違うような形でまずチャレンジしていただけるといいのかなと思います。これで多少回転が生まれるので、この後から自分の形に近づけていけばいいのかなというふうに思います。続いて表ソフトでやってみます。このままだととても格好がいいとは言えないので、自分の卓球の形に直していきたいと思います。ぐっちさんありがとうございました。そうですね、まずやっぱりとにかく回転を発生させるにはやっぱこう押しをこう加えすぎたり押しが加わってしまう状態だとやっぱり難しいので、しっかりこうラバーとボールがぶつかって飛び出るような形を作りたいなと。やっぱそれがすごく難しいので、その中でどうすればいいのかなって考えたのが、まずこのぶつけたりだとかこうクロスするような、右手と左手がクロスするような形を作るっていうことで、まずはその回転が多少なりとも生まれるかなというところを、私見つけたので今回シェアさせていただきました。まずはこの回転が生まれる体験っていうのをしてから、徐々にこのスイングを速くしていくとか、していけば、回転が生まれる、回転のかかったサーブを出せることが皆さんできると思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。今回はご視聴ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。